はい、どうもってなんです。いやー、できましたよ、サンプルが。このタミヤン T シャツ、それとタオル。今度の11月3日の池袋のファンミーティングの時の会場限定で今回発売が決定しました。 T シャツを作るって結構大変で、でもこれ結構いい感じでしょ。これらの詳しい販売時間とかは概要欄に記載していると思いますので、当日参加しますよっていう方はぜひ概要欄をねチェックしてもらえればと思います。ただちょっと僕自身正確にはまだ把握してないので、またはっきりしたらこの概要欄もまた書き直すし、あと Twitter とかでもね多分告知すると思いますので、どうぞよろしくお願いします。で、今日の動画なんですけど、僕がいつも使ってるこのでっかいホットプレート、いつもこれ料理が冷めないように僕使ってるんですけど、そういえばこれのホットプレートらしい使い方あんましてないなと思いまして、せっかくならね結構これいいホットプレートを買ったので、ちょっとホットプレートらしいことをさせてみようかなと。ホットプレートらしいことといえばお好み焼きというわけで、早速本日も作っていきましょう。では作っていきましょうか。まず何をしていくのかと申しますと、まずはパパッとお出汁を取っていこうかなと。結構今回いっぱいお出汁を使いますんで、理由は後ほど。で、こちらあらかじめもう一晩昆布をつけといて、冷たい状態で出るお出汁はもう出してある状態ですね。そしたらまず強火にかけまして、で、いつも通り雑味がなく、なおかつ効率よくお出汁が取れる70度ぐらいをキープしていくんですけど、ちょっと最近ツイッターで面白いことをね、教えていただきまして、なんか京都の料亭さんとかやと、70度ぐらいで、1時間これ煮出すんですって。この昆布だけで。だから今日はそれに倣って僕も1時間ほど煮出していこうかなと。ならばこの時間を使ってちょっと別の作業をしていこうかなと思うんですけど、今回のお好み焼き、一応2種類作っていこうと思ってるんですよ。まず1個が、ど定番の豚玉。で、もう1種類が筋玉。これを筋玉というのか、筋焼きというのか、筋ネギ焼きというのか、ちょっと正式な言い方はわかりませんけど、牛筋が入ってるお好み焼きって感じですね。なのでまずは今回の筋玉の、こちらの牛すじ肉の仕込みに参ります。もう見てもらってわかる通り、ちょっといいやつを買ってきました。今回のが黒毛和牛の牛すじですね。それでは、早速こちらの下準備に参ります。とりあえずこのまんまだとちょっと大きすぎて扱いにくいので、この後扱いやすいようにちょっと切っておいて、食べやすい大きさというよりかは、扱いやすい大きさって感じ。そしたらお鍋に今回の牛すじを加えて、たっぷりの冷たいお水。そしたら強火にかけて、しばしの間ちょっと沸騰待ち。だんだん沸騰してきてもアクもブワッと浮いてきましたね。ほんと牛すじってね、アクが多いよね。そしたらあとは吹きこぼれんごと注意しながら、だいたい10分から20分ぐらいまずは吹きこぼしをしていこうかなと。今これがアク抜きの段階ですね。15分20分経ったら一度こちらをざるに上げて、今この表面についてるこのアクとか余分な油なんかをさっとお水で洗って、一度きれいにしたお鍋に戻して、再びたっぷりの冷たいお水。そしたら再度火にかけて2回目の吹きこぼしですね。そしたらちょうどこのタイミングで1時間経過しましたんで、この昆布は一度取り出して、これはこれでね佃煮にしてもらったりとか、あとなんか炊き込みご飯とか混ぜご飯に使ってもらったりとか、あとお味噌汁の具材とかね、なんかいろんなことに使ってあってください。そしたら一度火を上げて、このブワッと出てくる昆布のぬめりとアク、これをお掃除してあげたら、一度火を止めてちょっと 2,3 分休憩。ちょっと落ち着いてきたところで、鰹節わっさー、はい、もう一丁わっさー。完全に沈んだらこのまま 1,2 分あとは煮出して、雑味が出ないようにこれを優しくさらしでこせば、これで昆布と鰹の合わせだしの完成で、こちら今ちょっと濁ってると思うんですけど、これ鰹節を加えてからまだ沸かしてないからこんだけ濁ってるんですよ。これもう一回火にかけてあげて、なんかアクみたいなものが出てきますんで、それをすくい取ってあげればね、綺麗な色になりますんで、今日は特にその作業はいらんかな。
したらこのタイミングでちょうど2回目の吹きこぼしも終わりましたんで、再びざるに取って再び水で洗って、これにて吹きこぼし終了で、この後もう味のあるね調味液でこう煮込んでいくので、このタイミングで食べやすい大きさにカット。なんでさっき食べやすい大きさじゃなくて扱いやすいサイズに切ってたかっていうと、この吹きこぼしをした段階で結構縮むんですよこれ。だから最初の段階で食べやすい大きさに切っちゃうと、出来上がったらこんなんとかなっちゃうんですよね。だからこの時も、結構大ぶりに切っていいのかなと思います。ちなみにさっきの2回目の吹きこぼしの時の茹で汁なんですけど、ちょっとこれ肉臭いというかアク臭い感じはありますけど、なんかちょっとね、牛テールスープみたいな、そういった感じの旨味とかもありますんで、お塩と薄く醤油でこう塩気をつけてあげて、で、長ネギのね、千切りとかファッと散らしてあげて、で、上から胡椒を振ってあげれば結構美味しいかなと思います。僕は好きですけど、人によっちゃ臭いと思うかもしれんけどね。ご興味のある方はぜひお試しを。ではいよいよこちらの本調理に入っていきますので、そちらの調味料たちをせーの、こちらからだし、醤油、酒、みりん、ザラメ、お味噌ですね。今回のお味噌は普通の田舎味噌んで、今回の比率が10対1対1対 0.5、0.5、0.5 ぐらい。重さではなく体積的な大さじ小さじ的な意味で、このみりんとザラメをね、甘みを出すものとして同じものと考えると、だいたい今回みたいな煮物やったら10対1対1対1で、お鍋とかやったら20対1対1対1、丼やったら4対1対1対1、ざっくりこんな感じで覚えておくと結構楽かなと思います。そうしたらこのお味噌以外のこれら全てを一つにまとめて、ザラメを溶かしきってから先ほどの牛すじに投下。加える量としては、この後これを火にかけて沸かした時にこの牛すじがしっかりと踊ってくれるぐらいの水量、だいたいこのぐらい。そしたらこれを火にかけて、でまだこの段階で黒っぽいアクとかが出るのであれば、それはその都度きれいにお掃除してあげて、もうアク出らんことなったなと思ったらお鍋に蓋をして中火くらいで、そうやな、1時間から1時間半ぐらいいこうかな。これで今だいたい90分ぐらいですね。90分しか経ってないんですけど、もう今この状態でもうプルプルですもんね。やっぱこれが黒毛和牛の力なんかね。でちょっと味見をしてあげて、もう最高にうまい。もしまだちょっと味が薄いなっていう時はこれ一旦強火でバーッと炊いて、ちょっと味を濃くしてもいいのかなと。ただこの後味がぐーっと入っていきますんで、あんまり濃すぎてもねちょっと辛くなっちゃいますけど、今回はもうこれでバッチリですね。そうしましたら生姜の絞り汁でさっと清涼感加えて、それと同時にちょっと臭み抜きもさっと全体になじませたら火を止めて、ここで先ほどのお味噌、このお味噌を煮汁でちょっと溶き伸ばして、あとは全体になじませの。あとはこれが冷えていくうちにこの筋に味噌と生姜の香りをギュッと染み込ませる感じ。生姜って火を通しすぎると苦味とかえぐみが出ちゃうっていうのと、あと味噌は加熱しすぎるとね、味噌の香りが飛んじゃうっていう理由で、今回はお味噌と生姜に関してはまた後から加えるっていう順番でいってます。ではとりあえずこちらで牛すじ煮込み完成。それではここからは今回使っていくキャベツとか山芋とか紅生姜とかそういったものの下準備に参ります。まずはこのキャベツから参りましょうか。てかここ最近キャベツ高いね。こちら今回この一玉で300円ですもんね。しかも結構スカスカなものが多いし、ちょっと家計に厳しいね。今回のは割と太めの千切りって感じですね。
結構このキャベツってみじん切り、粗みじん切りにする方も多いと思うんですけど、僕はいつもこの千切りなんですよね、粗めの。なんかこの千切りと千切りの間のこの空間、なんかここにね、空気が含まれてこう、ふっくら仕上がるような気がする。まあ、あくまでそんな気がするっていう話ですけど。あと千切りの方が早いっていうね。では最後はこちらの山芋。ちなみに今回のは大和芋をご用意しました。意外と勘違いされがちですけど、山芋っていうのが総称で、この山芋の中に長芋とか大和芋とか自然薯が含まれてる感じ。そしたらまず大雑把に皮剥いて、ですりおろして、あとは仕上げに、すり鉢で滑らかにしてあげて、やっぱ長芋と違って大和芋はこうやって粘りがあるんできついね。でもとりあえずこれでできたっぽい。で、あと1個お好み焼きに欠かせない天かすなんですけど、今回こちらを使っていこうかなと。イカ天入りの天かす。やっぱあれだね、こういうのがあるとすごい楽でいいね。イカ天のいい香り。これだけで酒飲めるわ。で、最後今回の生地を作っていこうと思うんですけど、皆さんご存知、日清さんのこのフラワーの裏側に、もうお好み焼きの分量というか作り方が書いてあったので、もうこれ通りにいきます。日清さんさすが。ではまず小麦粉を 1kg。で、山芋が 300g。お出汁が 1.5 リットル。ごめん、間違った。1.2 リットルやった。で、卵が10個。あとはこれをよーっと混ぜて、これにて生地完成。やっぱ結構大和芋を使ってる分もっちりとした生地になりましたね。で、今この段階でこのキャベツなんかをもう混ぜ込んじゃうと、このキャベツからね、水分が出てべちゃっとしちゃうので、今回は実食の時に1食ずつ混ぜ込む形にしようと思います。って考えたら、あれだ、この段階で卵割っちゃいかんかったやつや。まあいいや、そういう時もあろうて。ということで、鰹節、青のり、マヨ、タレ、その他諸々の準備をしてこれにて完成。では実食編へゴー。というわけで無事に完成しました。まあまだ完成はしてないんですけど、今回のは前の牛タン動画みたいな感じのテーブル配置ですね。それでは早速いただきます。それではですね、一応オーソドックスに今回豚玉からいって、でその後にこちらの筋玉をいこうと思ってるんですけど、まずはまだこの牛筋が温かいうちに、ちょっとこの牛筋煮込みで一杯でやりましょうか。いやもうこれ絶対うまいやつ。うわうめえ。もうこれ申し分ないね。まごうことなきうまさ。でもってきましたね。おそらくここが一番うまいところ。筋というか膜の集合体のところ。もうまさしく離乳食。上顎とベロさえあれば飲み込める感じだね。で、味わいとしてはね、まずはすごいはっきりとした味噌の香りと、あと火が通ってないことによるフレッシュな生姜の香りがパッと抜けて、その後に味噌とか甘じょっぱいこの醤油ベースの乱れとか、そういったものを口の中で余韻を楽しむ感じ。臭みとかそういったものは皆無ですね。で、全部が流れた後に、この唇とか口の中とかをねっとりと覆ってるこのコラーゲンというか油分というか、そういったものをビールで流す。
で、こんだけ味がはっきりとしとったらもうこれ丼にしても美味しそうね。やっぱこの生姜とか味噌の香りがぼやけてないのって、ちゃんと時間を空けて入れたのが効いてるんでしょうね。この作り方、大してね、手間が増えるわけでもないし、ものすごく簡単ですんで、もしご機会がありましたら、ぜひ。そんならば、いよいよお好み焼きに参りますか。で、ちょっとサムネイルとかの関係上、ちょっと5枚ほど一気にバッと焼きますね。まずは生地と、キャベツ。で、揚げ玉。で、紅スーガー。で、今回ご紹介し忘れてた桜エビ。で、最後ここにね、生卵をポンと落としたらね、絵になるんでしょうけど、もう入れちった。あとはこれをかき混ぜて、でもこの混ぜる作業さ、お好み焼き屋さんの店員さんと、あと韓国料理店のビビンバの混ぜる人、めっちゃうまいよね。あんなスピーディーにカカカカッとはようしきらんわ。そしたらいよいよ焼いていきますか。ちなみに今温度は200度ですね。そしたら形を整えながらまずちょっと放置。1、2分経ったら豚バラ並べて、ではいよいよ参りますか。うまく返せるかな。なんか地味。ちょっと形整えて、あとは蒸し焼きで、1個言っていい？返すのめっちゃうまくない？ちょっと自分でびっくりした。あとは5分ほど放置。はい、一応牛すじ単品完食。そしたらもうそろそろお時間ですね。ふわっと膨らんだね。バッと返したいけど、返したら豚バラの脂がビチャッときそうなんで、優しく返そう。そしたらあとはこの豚バラの脂を吸わせるように、あと2分3分ぐらいかな。なんかこの焼けてるのを待つ間のこのビールもまた一興って感じやね。そしたらそろそろ仕上げに参りましょうか。あとは青のりとたっぷりの鰹節。よし、できた。もうこれ間違いないね。めっちゃいい香りする。このソースとマヨの焦げる香りね。で、ここでガーッとやるとちょっとホットプレートがね傷つきそうなんで、こっちでやりますね。見たらわかるうまいやつやんこれ。わあ、うまっ。もうこの作り方で美味しくないわけがないもんね。で、今回の生地なんですけど、普通使われる長芋、長芋短冊とかの長芋、あっちと比べてよりもっちりとした大和芋を今回使ってる分、ふわふわっというよりかはもちっとしてるね。ただ美味しくないから言ってるわけじゃなくて、めちゃくちゃうまい。やっぱお好み焼きはいいね。ビールと相性無敵ね。僕の中で大阪グルメの中で串カツとお好み焼きがビールに合うご飯ランキングトップ2ですもんね。いや、今日はいい食事や。この周りのちょっと焦げたソースとマヨネーズがうまいよね。で、お好み焼きを食べるときこれやっちゃうよね。てっぺんの一番ソースとかマヨとかかかってるところをここだけ残しておいて、いや最高にうまいわ。
僕の今住んでるここ福岡やとね、あんまりこう鍋パーみたいな感じのお好み焼きパーティーってあんましないんですよ。関西とかやとやっぱするんかな、タコパーみたいな感じでね。これみんなでやったら楽しいやろうな。まあいいや、とりあえずこれが食べ終わったら焼く時間とかもあるので、こちら側を使ってもう一丁豚玉焼きおこうかな。いや、もう焼き始めよう。よいしょ。てかこういう時左右で温度が変えれるホットプレートっていいよね。すっごい便利。でこの豚玉はこの焼けてる分も含めてこの3つを食べ終わったら、いよいよこっちの筋の方に行きましょうか。それではいよいよここからこちらの筋玉行きましょうか。そんならば先ほど同様こちらの生地にキャベツと卵でこの段階で一度混ぜ合わせて、そしたらまず半分だけ焼いて、ここに今回の筋をもっさりとで残りで蓋をして、これ返すの難しそうやな。で蓋をして再び5分。そしたらばソースとマヨ、青のりと、ここまでは先ほどと同じなんですけど、こちらネギワッサーからの生卵ボーン。こちらは月見スタイルで参ります。いやー、これは絶対うまいやつですな。よいしょ。わあ、うめえ。まず口に入った瞬間来るのはソースとマヨネーズの香りがドンとくるね。やっぱこの二大巨頭は強いわ。だからギュッと噛んだ瞬間に、まずはネギのこのハリハリ感というか、シャリシャリ感というか、そういったものが小気味良くて、で、そこはかとなく佇んでるキャベツもいて、その二つを楽しんでるうちに、牛すじがひょこっと現れたかなと思ったら、なんかね、部位によってまた変わってくるんですよ、これ。なんかね、お肉の部分はもうホロホロっと繊維がほぐれていくような感じやし、ちょっと太い筋のところはプリプリっとしてるし、こういったプルンプルンのところはもう舌先にねとっとまとわりつくし、で、ソースとマヨネーズの間を縫うようにかすかに抜けていく味噌。そういったものが全然喧嘩せず仲良く鎮座してますね、ここに。多分この卵黄が全体をまとめてくれてるんでしょうね。なんかそれぞれのトゲトゲしいところをなんか全部こう抑え込んでくれるというかね。それでは僕はちょっと自分の時間に閉じこもります。さて次の追加分はどうしましょうかね。てかさっきからなんかこれ汚くてごめんね。清潔感の背の字もないよね。ちなみにあとこっちの生地で言うと、あとね5枚分ぐらいいけそうなんですよ。ただ、はい、正直言います。ちょっとお腹いっぱいになってきた。だからあと3枚にしとこうかな。まずは先ほどと同じようにまず作って、でちょっと残しておいてこの豚バラも乗っけて、
したらひっくり返して、さっきまではねタレやったんですけど、これを今回の牛すじ煮込みのこれでいきましょうか。いやこれね絶対うまいと思っちゃう。んでマヨビヤーっと、んでネギ、んで鰹節とかじゃなく一味唐辛子で、これで完成。ごめん、僕こっちの方が好きやわ。俺ちょっと味噌とお醤油の焦げた感じがまあたまらんね。そんならばここら辺で今回はラストスパートと参りましょうかね。じゃあラストスパート。腐ました。いやーまたね、腹たっぽんたっぽんになってもうた。で今回3種類かな、豚と筋と一番最後のやつ、3種類食べてみて、やっぱ僕が一番最後のが好きやったかな。ただ最後のやつのタレというんかな、あれがホットプレートとかでこうじじりっと煮詰まって固まったやつ、あれめちゃくちゃ歯にくっつきますんで皆さんご注意くださいね。多分ゆるゆるの銀歯やったらペコッと外れるんじゃないかな。んで今回小麦粉とお出汁とあと山芋、この3つだけで今回生地を作ったんですけど、多分ここにねベーキングパウダーとか入れたらもっとふわっと仕上がるでしょうし、今回大和芋を使ったからちょっとこうずしっとしつつもちっとしてるような生地に仕上げましたけど、これが長芋とかやったらもっとライトな感じに仕上がるでしょうし、なんかいろいろとね自分好みにこうカスタマイズしていけるというか、まさにお好み焼きって感じですね。よし、いい感じにしまった。では今回はこの辺で終わろうかなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。ではバイバイ。